こんにちは。大工の塩谷です。前回にこの捨て張りまでしてあります。こちらにね、小さな勝手口があるんで、そちらの上がりがちを先して、そして2間続けてヒノキのフローリングを貼っていきます。リフォーム現場も新築現場もこの床を張るようになるとね、部屋らしくなっていくんですけども、正直自分の動画で一番この本数で撮るのが床張りじゃないですか。大工は床張ってなんぼですから、部屋として最初の仕事になります。まずは勝手口の上がりがマッチをつけていきます。勝手口のかまちですから小さい材料で収めていきます。36の120、それぐらいの寸法なんですけども、仕事は同じです。玄関のかまち、仮に120の150、180を入れてもこの敷口で刻んでいきます。この敷口は和室の回り口の敷口と全く一緒ですね。縦目地だけ入れて片方留めにして、そして組んでいきます。刻むのは少し手間なんですけども、組む時に楽ですね。この目地を入れてやるとピチッと収まって組む時にずれないってことですね。ですからこの一手間かけてるんですけども、昔から直角にね木を継ぐ敷地はこういう仕事をしましたね。もともとこの勝手口のスペースは三尺角の一段下がって土増し上がりになってました。それでサッシが入って外に物置がついてるんで、今度は新しいサッシを入れようと思っても物置の屋根が当たって床の高さにはならなかったんですね。一段下がった土間の形にしかできなかった。でも今度は片引きにしますし、スペースをね3分の2にしてこじんまりした勝手口にしようと思ってます。勝手口のかまちを入れる前に1枚抜いてあった筋替えを入れてきます。解体の時にね1枚抜いてしまったんで、その初めの同じ方向で1枚入れてやります。どけよ。昔の筋替えはね金門一つでなくこの筋替えだけを入れたんですね。今回入れるんでも筋替え金門つけられないんですね。裏に建物の中なんですけども荒壁がついてたんですね。筋替え金門は今更1枚入れたってね強くなるわけではないですから、長めのビスを多めに打ってやってね十分じゃないですか。それでは勝手口かまちを踏んでいきます。やはり目地が入ってるんできちっと止まって組みやすいんですけど、少しだけ思うように合いませんでしたね。そういう場合は一番吸い取る部分でノコ目1枚離します。そういう形でノコを1回入れます。両方の木を一度に切るってことですね。そうすればノコを抜いた時にひっつきます。これを自分らは相刃をするって言います。ノコ目1枚だけ平行に切りますと両方が必ずひっつく、そういう理屈なんですけども、大工仕事ってね全部が全部一発で仕上がるわけじゃないですから、1回直しても2回直しても仕上がりは綺麗になってれば同じです。
床板にむく板を貼る場合はやはりこういう上がりがまちは塵は多めにします。どうしてもこの木材は小口の方が膨らんだりへこんだりしますから塵は多めに取ります。前回のこの動画でね、下張りはできましたって言いましたけども、勝手口の周りだけがね残ってたんで、今度やっと捨て張りができました。ここでようやく床を張ってきます。床を張るまでにね、1本だけ大黒柱だけに首切りをしてあります。実際の床板を使うノコ目1枚分だけ電化なり薄くするってことですね。ノコの厚みの上刃で実際の厚みになります。そうするとノコがブレることないですし、綺麗にノコを引くことができます。今回の大黒柱は可動一部分だけしか見えないんですけども、一部分だけ首切りってかえってしにくいですから、首切りはもう一面なら一面、折り金なら折り金するようにしてます。では1枚目を貼っていきます。全体の終わりを見たんですけども、片方の部屋で少し最後で細いのが入ったんですけども、最初はこの生1枚でいくことにします。丸っぽでいくんですから、糸を平行に貼って一番広いところでこの板の幅に合わせます。これ少し間違えますとどこか一部分で寸法が足らない、そんなことが起きますから、それは必ずリフォームの場合は全体をしっかりこの確認してやってね、なんせ敷きが曲がってますから、一番広いとこで板いっぱいで貼っていきます。それと1枚目に貼る板は小のいい板、とにかくまっすぐな板を選んで貼るってことですね。もし板が曲がってますと、寸法取りをきちっとしてもカンナをかける場合、削り合わす場合に曲がった状態で寸法を出してからあかんってことですね。なかなか削りにくいんですよね。やはりこのまっすぐ小のいい木で削っていけば、より古い敷壁にひっついてくれますね。なんせ1枚目くるったらみんなくれますから、1枚目の板は吟味して貼ってきます。てる？床板の材料はヒノキです。15ミリの無地板になります。なかなか無地板って言ってもね、全部が全部スカッとした木は入ってないんですけども、最初に全部の側をばらして寄ってやります。もうどこの現場でもそうなんですけど、自分なりのこの床の選びがやっぱり一番大切だと思ってますね。いくらひっついて綺麗に貼っても、やっぱあっちこっちがこの目立ちますとね、なんか床貼った後に違和感というか悔いが残りますよね。最初に見て選別してまえば、もうあとは諦めがつくというかね、自分はそこをこだわってやってますよね。1枚目以降は1枚切って1枚貼るんではなくてね、床板を全部仮並べします。
そうすれば初めに選別したのがよりよく相棒が見つかります。点検口を取ってきます。点検口の位置選びですね。これもなかなか板を選ぶほど難しいですね。どこへ持ってってもこの目立ちますしね、冷蔵庫の下とか全然見えないとこもあるんですけども、普通の冷蔵庫ですとその下へ持ってくっていうことはなかなか残りの部分がね弱くなってしまいます。ですからしっかりしたネタの通し物の横に点検口を作るってことなんですけども、下張りをして下に断熱材が入っとる場合はなかなかしにくいですよね。穴開けるまではいいんですけど、補強のタヌキを入れるとか、その時にこの断熱材がなかなか邪魔になってね、もう本当にこの補強でいつも悩みますね。今回救いなのは板の幅が150だったってことですね。150ですと450の点検口の穴に蓋がぴったり3枚でいけるってことなんですね。これはもう本当に3枚でいけるのと4枚でいけるのと大きな差ですからね。それでは1枚目以降を貼っていきます。大半を仮並べして切ってありますから、真ん中はやっぱ貼っていくの早いですよね。床板の貼り方は1軒のリャンコ張りにして貼ってます。正直この2軒で届く部分も半分近くあるんですけども、1枚で届くから言って途中からついては帰れませんしね、見た目も少し違和感ありますし、とにかく部屋の端から端まで1軒のリャンコ張り互い違いですね。それで貼っていってます。今回は幅が150ありますから、どうしても150の中で膨れたりへこんだり、そういう床板の荒といいますか、反りがね狭い板に比べて目立ちましたね。でも張り上がった時にこの幅が広い方がなんか豪華に見えて自分は好きですけどね。今回の床張りはそう難しいとこはなかったんですけども、最後の方でね勝手口のかまちの切りかけだけが少し厄介でした。かまちの位置を決める時にね、板を3センチ切りかけて保険かけてたんですけどね、結構切りかくようになってね、板が少し伸びてきたんでしょうかね。そして寸法を取って入れていくんですけども、床板とかまちとの間が右側が偶然2ミリほど広がったんですね。そのおかげでこの横からこういう風に流し込めるってことですね。これが逆の場合でしたらもう絶対上から叩いて落とすしかなかったです。これ偶然ですけどね、差し込む方が広くてよかったです。最後に点検口をやっていきます。点検口の寸法は450ってなってるんですけども、この150割の床板にピチッと完全に合うわけではないんです。やはりこの微調整してやってね、そしてこの枠もキチキチに入るんではなくてね、少しだけ2ミリ弱でしょうかね、余裕を持って穴を開けます。それをしてないと最後に少しこの蓋が直角が悪かったり、そういう時に対応ができませんね。点検口の下には必ず受け材がいるんですね。点検口は横にビスを生むんでなくて下にビスを生む形ですから、受け材だけはもうしっかりと打ってやります。最初にこの床を張ってた時に点検口の部分だけの寸法で小もぎで3枚残してあります。
その床板で蓋は作っていきます。そうすれば柄も合いますしね。本体の場合は450そこそこいけるんですけども、蓋の場合はもうそれから1センチぐらい小さくなります。ですから長さはもちろん切るんですけども、この幅もね寸法に合わせて立って、そして3枚で組んでいきます。ぐるっと回るこの取っ手なんですけども、板に対して直角につけるべきなのか平行につけるべきなのか、今回は平行につけたんです。ましてこの3枚ですから直角に取っ手をつけてね、この板のど真ん中に開けて、それよりもこの上から見た時にこの板に対して同じ平行に取っ手がついてた方がいいかな、そう思ってやったんですけども、補強材が2枚入ってます。その間にこうきちっと入るんですね。いつもは直角に入れるんですけども、この方が良かったかなと思うんですけどね。出来上がった蓋を先ほどの枠に入れてみます。そして初めてこの出来上がった蓋に合わせて本体を留めていきます。最初に本体を留めてしまいますとね、蓋となかなか直角の度合いが一致にならないということですね。隙間が均等にならない。ですからこの蓋を実際作ってみて、それに合わせて本体を留めていくことが大事ですね。これで床が張りました。2部屋を1部屋、結構思っとったより広いです。次回からは天井、壁やっていきます。以上、大学の主演でした。